4時ゾービールーム。4時ホビルームメイトの皆さんこんにちは。4時ーズホビールームの4時です。ご挨拶が遅れてしまいましたが、2026年明けましておめでとうございます。そして4時ホビはいよいよチャンネル登録者数2万人を突破いたしました。ここまで何度も心が折れそうな場面がありましたが、皆様のコメントにはいつも大変励まされています。スローペースな投稿ではありますが、今後もより皆さんのガンプラ制作意欲を刺激できるような動画作りに挑んでいきます。改めていつも応援していただきありがとうございます。さて、いよいよ佳境に入ってきたマスターグレードニューガンダムバージョン過渡期。今回は武器の回収です。量産するようなパーツはほぼないので、リラックスしながら制作できそうです。今回は何事もありませんように。それでは行きましょう。改造。それでは本日もいつものやつを着想。まずはシールドから回収しましょう。面積が広いと引けもかなり目立ちますので、中央のモールドはホビー層で切り離し、前面を一気にヤスリがけします。広い面を豪快にヤスリがけするのは最高に気持ちいいですよね。この時点ではディティールをどうするかは決めてないですが、開いてしまった穴は一旦パテで埋めてみます。その他後々活かせそうなところ以外は既存のパネルラインやモールドも埋めてまっさらにしておきます。 0.5mm のプラ板をこんな形に削り出してみました。こうすることでより立体的なディテールになることでしょう。冒頭にホビー層でカットした中心部のモールドに代わるモールドもプラ板から削り出して接着します。ここはデザインナイフとヤスリを使って角度をつける、さりげないアピールですけど、こういうのがチリツモで光に当たった時の陰影で雰囲気をガラッと変えてくれたりするんですよね。知らんけど。シールド上部の両サイドにも 0.5mm のプラ板を貼り付けて情報量アップを狙います。適当なサイズに切ったプラ板を貼ってデザインナイフやヤスリを使って形を整えます。この辺りで貼り付けたプラ板の周囲や既存パネルラインの彫り直しを行います。裏面の複雑なパネルラインは彫りがいがあって時間を忘れてしまいそう。4機の誘導ミサイルは連結されたような状態で成形されていますので、切り離して形を整える。先端部分は後からメタルパーツを埋め込むことができるように 1.5mm 分穴開けしました。裏面のパーツ上部には線を引いてから角度をつけた段差を作ってダクトフィンのようなモールドを作ります。このモールドに合わせてシールド上部のフィン部分も彫り込んで形状を変更します。鉛筆で下書きをしたら線を引いて、あとはひたすらデザインナイフでカンナ書きします。さっきのダクトフィンも同じような要領でやっていますが、慣れちゃえば簡単で、必要なのは失敗を恐れない度胸。シールドもあとは筋彫りと工作時にできた穴埋めだけなので、サーフェイサーを吹いておきます。今回の穴埋めにはサラサラタイプの瞬間接着剤を使用しました。気泡でできた小さな穴は接着剤を流し込む前にドリルビット等で穴を広げておいた方が接着剤を流し込みやすいです。ここからはバズーカパート。まずは断層部分の回収。上部のこの部分はホビー層を使って分離します。分離しておけば後々モールドを追加するなり塗装もしやすくなります。ちなみに既存のモールドはあらかじめポリパテで埋めてあります。ついでにスラスター部分も切り離しました。このスラスター部分もプラ板を使って延長してバレル状にしていきます。先端部分は余剰にあったマスターグレードエクシアのパーツがぴったりだったので流用しました。こんな具合に塗装が終わったら差し込んであげる感じ。次に弾頭。
これもシールドの誘導弾のように連結した状態で成形されてますので、切り離して形を整えました。弾倉と弾頭もあれこれしたら、はい完成。大きめのデカールを貼りたいので筋彫りは控えめにしてみました。その代わりにこの2箇所には 0.5mm のプラ板を貼って立体感を出しました。このくぼみ部分はバレル部分との連結時にロック機構があったら説得力がありそうなので、プラ板から自作したパーツを埋め込みます。スラスター部分の製作の時にこの部分に風穴を開けてしまいましたが、プラ板などで閉じました。最初は内部がチラ見えしてスケベだし、薬莢排出口のようなデザインもいいかなと思ったのですが、バズーカ系の武器は薬莢も何もないよなということでお蔵入りです。発射口部分もマスターグレードエクシアの余剰パーツを使って情報量を増やしてみました。バズーカパートは以上。もっといろいろやったのですが、この後はメイン武器があるので、動画後半のセンスのない画角で撮った非常に分かりづらい完成後比較でご容赦ください。さあライフルのパートです。まずはグリップ部分を後はめ加工していきます。次にハンドガードと両サイドのシリンダー部分はホビーソーで分離します。塗装をするときにマスキングは大変ですが、別パーツ化することで色分けが楽になります。シリンダー部分は後でプラ棒で作り直します。ある程度パーツの分離が済んだら合わせ目を消します。ハンドガード下部はプラ板を貼り重ねて幅増ししてシルエット変更をしてみます。先ほど分離したシリンダーはこんな感じでプラ棒から自作してみました。ハンドガード上部にあたるこの部分は角が曲線になっていますが、エッジを出したいところ、角をヤスリがけして面を出す。そこにプラ板を貼ってエッジを出していきます。キャリングハンドルも切り離して上部は 0.5mm プラ板で幅増しして、リアサイトに当たる部分も分離します。ここの名称はリアサイトで合っているか分かりませんが、プラ板で作り直したものと置き換えます。フロントサイトを設置する部分は掘り込んでおきます。パーツをただ接着するより掘り込んだ上で接着することで強度もアップしますし、筋彫りをせずとも立体感が出ます。そしてフロントサイトはプラ板を貼り重ねて製作しました。この部分は高さが欲しいので 0.5mm のプラ板を貼って高さを出してみます。ハンドガード下部で厚みを出したのでバランスを取るイメージです。ここの円形のモールドは溝を掘り直して角度をつけてカンナ掛けします。ハンドガードのマズル付近にあるモールドをメタルパーツ化したいので 1.5mm で穴開けして面取り、そして閉じます。思いのほか穴のサイズが大きくて、ここを囲む段落ちモールドが潰れてしまいました。後から別のところにマイナスモールドを仕込むことにします。気を取り直してサーフェイサーを吹き付けたら筋彫りでパネルラインを彫っていきます。いつも筋彫りはサフの後、プラ板やパテでシルエットを変更したら1回サフを吹くことで余白が可視化されてパネルラインを彫る上での助けになります。キャリングハンドル正面も大きめの余白があったので、ここにはセンサーを追加してみます。筋彫りで形を決めたらビットブレードを使って彫り込んでいく。 0.3mm のプラ板をこの形に切り出してここに埋め込むイメージ。ガスポートブロックみたいなこの部位には穴開けをしておいてピンヘッダーを埋め込むことにします。ライフルの改造はこんなところ。一番のお気に入り改造ポイントはここ。ハンドガードテーブを掘り込んでプラ板で自作したシリンダーを埋め込みました。構えたポーズを取らせてもほとんど見えない部分ですけど、気づくとこういうところばかりにこだわっちゃっているんですよね。これはあるあるです。全塗装。
さあ、すべてのパーツが準備できたところで塗装に移ります。塗装の前にニューギアを導入したので紹介します。前回コラボでお世話になったガーリリさんのメビウスシリーズのハンドピース。ニューガンダムみたいな面積の広いモビルスーツだと塗装時の塗料の継ぎ足しが大変なので大容量カップを導入してみました。メビウスはカップの付け替えも簡単にできるのでパーツによって使い分けていこうと思います。いつも通りメタリックから塗装していくので、まずは光沢のある EX ブラックで下地作り。次にスーパークロームシルバー2でスラスター部分などを塗装します。今度はゴールド系2色。まずは黄色みが強めなスターブライトブラス。次にスターブライトゴールドで色分け。ここまででマスキングできそうなところはマスキングを行います。メタリックカラーのスタメン、鉄道模型用カラーのダークステンレスシルバー。控えめなシルバーだけどリアルなステンレス色がモビルスーツという機械の重厚感を盛大に演出してくれます。今度は差し色にパールカッパーをちらほらと。そしてメタリック最後。面積が広いところのほとんどをこちらもスタメンのガンメタルで塗装します。メタリック塗装の延長ですが、バズーカやライフルのセンサー部分を蛍光イエローグリーンで塗装します。それでは外装を塗装していきます。まずはニューガンダムのネイビー感を演出する3色。ヘキサブラック、ニュートラルグレー5、エヴァーダークグレー。エヴァーダークグレーはパープルっぽい色合いなので面積が狭いところをメインに塗装していきます。今回は断層部分などアクセントカラーにヘキサグレーも塗装しました。次はホワイト系の外装。ニュートラルグレー1から3まで、そしてミリタリー感をプラスする FS36622 グレーの4色。バズーカやライフルとは違ってシールドはパーツ分けされていないのでマスキングにかなりの時間がかかります。特に裏面にはエヴァダークグレーやメタリックカラーが塗装されているので、この辺りのケアも考慮しつつ色分けが大変でした。次にバズーカの弾頭などに4時ホビ特製のレッドを塗装します。目立ちすぎないように暗めに調色してあります。逆に面積の小さいレッドチップなどは目立たせたいのでブライトレッドで塗装します。外装の塗装も終えたのでマスキングを剥がしていきます。これだけマスキングを貼ってありますので塗装忘れがあったら絶望です。しかしここで悲劇。ドット状に塗装が剥がれてしまいました。ホコリか何かが乗っていたのかもしれませんが、白い外装にはかなり目立ちます。マスキングも剥がした後でエアブラシでの塗装は骨が折れるので筆塗りで修正しました。筆塗りは下地が溶けて色が変わってしまうのですごく苦手ですが、修正痕が見えないように塗装するのは非常に大変でした。次にアクセントカラーのオレンジ。これも特製で目立つ色に調色してあります。暗めの外装にオレンジという組み合わせ、めっちゃ好きです。それではここで塗装最後の一仕事。ライフルのハンドガード底面、シリンダーが入る溝やバズーカの弾倉内部などをエナメルブラックで塗装します。この2箇所は塗装が行き届きづらい場所で色ムラもあったので力技で隠します。すでに瓶の中の塗料がエアブラシ用に薄められてて、筆塗りでは全然色が乗らないのでエアブラシに切り替えました。塗装が済んだら余分な塗料をエナメル塗料で拭き取るだけ。仕上げ。
塗装も終わったので仕上げのパート。まずは墨入れから。シールドは面積が広いので気持ちよく塗料が流れてくれます。墨入れ塗料が乾燥したら溶剤を使って拭き取って次の工程へ。ついでにレッドチップをクラフトボンドを使って埋め込んでおきます。レッドチップは艶消し前ならどのタイミングでも大丈夫だと思いますが、数が少なくて忘れてしまいそうなので覚えているうちに処理しておきます。次にデカールを貼り付けていく。大きいサイズのデカールを貼るのはめちゃくちゃ楽しい反面破けるリスクが高いので全集中。デカール貼りが終わったら艶消しを吹いて仕上げへ。移りたいところでしたがここでも悲劇。 RA のデカールを取っておいたのでシールド中央に貼り付けたのですが、もともとふくらはぎ用に分割されていたデカールだったのでマークソフトを使いながらもたもたと貼っていたらかなり発火してしまいました。前にもこんな感じのミスをした経験があるんですが、過去から学ばない男ヨジ。全集中デカールの呼吸虚しく同じやらかしを繰り返します。替えのデカールもないので潔く諦めることにしました。ストレス値がぐっと上がってしまったのでメタリックに貼ったマスキングを剥がして心に栄養を与えてみます。大きなストレスには相応の癒しでバランスを取らなくてはいけません。組み立てが終わるまでは気が抜けないので平常心を装う必要がありますからね。よしほび。組み立て。今回は何事もないようにと祈って始まった制作ですが、結局多くの失敗がありました。すべてを完璧にこなすことは難しい。かといって完璧を目指すこともしなくていい。やらかしたとしてもその経験が知恵となりカバー力になる。カバーできるほどの経験と知識が身についてくれば何度でも時間を巻き戻して挑戦できる。チャレンジすることをやめないこと、そして恐れないこと。そうして手間をかけて完成した時にはそんな苦労も報われたなーって思えます。それもまたプラモデル改造の魅力だと僕は思います。知らんけど。そんなことを言っている間に最後の組み立ても終了です。それではマスターグレードニューガンダムバージョン過渡期武器類の完成です。それでは完成しました。ニューガンダムバージョン過渡期ビームライフル、ニューハイパーバズーカ、シールド、そしてビームサーベルです。まず改造前との比較が分かりづらくてごめんなさい。全体が完成した頃に改めてじっくり解説しますのでご容赦を。ビームライフルはシルエットの変更も実施した影響でなかなか雰囲気が変わったのではないかと思います。やっぱりハンドガードが大きいビームライフルはかっこいいですよね。バズーカは前方バレルにプラ板を貼って段差を出したり発射口に追加パーツを取り付けたりで全体的に情報量が増したのではないかと思います。シールドは裏面の色分けがお気に入り。昆虫をひっくり返すのはためらわれますが、これは率先して裏返したくなります。肘を外側に向けなくて済むように余剰パーツでジョイントを追加しています。ここまで来て唯一と言っていいと思いますが、手を加えなかったビームサーベル、何かやりようがあったかもしれないですが、
今の力量では何も思いつきませんでした。今回はニューガンダムバージョン過渡期の武器類の改造を実施しましたが、いかがだったでしょうか。次の回でようやく限界改造プロジェクトのフィナーレになります。残すは腕の改造になりますが、腕パーツも面白い改造ができそうなところが多いパーツですので、なかなか楽しみですね。ぜひぜひご期待くださいませ。ちなみに今回の動画の前半は今流行りの AI ボイスクローンにナレーションをしてもらったのですが、気づきましたでしょうか。 AI さん、ルームメイトに挨拶を。4時ホビルームメイトの皆さん、はじめまして。4時フロンタルです。今の私は自らを器と規定している。ガンプラ改造の引力に惹かれた者の思い、究極のガンプラ改造を追い求める者たちの祝願を。主語のでかい挨拶でしたが、今後もところどころ出番があるかもしれないので、その際は温かく迎えてあげてください。それではこの動画が面白いと感じた方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方は動画右下のチャンネル登録の赤いボタンとベルマークの通知チェックを。皆様からの温かいコメント、いつも楽しみにしております。拝見しながら非常に励みになっております。ありがとうございます。 AI がうるさいですが、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See ya! Yoshi 装備ルーム